こんにちは。T2ES です。前回は MOSFET に関してお話ししました。今日はコイルに関してお話しします。コイルは電流を保存する素子だと理解するとわかりやすいです。わかりやすく説明するため、抵抗に電流を流す場合と、コイルに電流を流す場合を比較してみましょう。回路にダイオードが入っていますが、これはコイルに保存された電流を循環させるために入れました。抵抗に電流を流そうとしてスイッチを押すと、スイッチを押した時間だけ瞬間的に電流が流れます。この電流量は抵抗で制限されます。コイルに電流を流そうとしてスイッチを押すと、スイッチを押した時間の間は緩やかに電流が上昇します。抵抗がなくても電流量が制限されます。スイッチを離すとコイルに保存された電流がダイオードを通って循環され、緩やかに下がりながら継続的に流れます。実際テストをしてみました。これがテストセットアップです。これは抵抗やコイルに電流を供給する電源です。5V の電圧をかけています。これはパルスゼネレーターです。赤いボタンを押すと、MOSFET のゲートにパルス信号を入力します。これは抵抗やコイルに流れる電流を測定するための電流センサーです。これはオシロスコープです。MOSFET のゲート信号と抵抗やコイルの電流波形を測定します。これは MOSFET です。抵抗やコイルに流れる電流をオン、オフさせます。これは抵抗とコイルです。抵抗は10オーム。コイルは100マイクロヘンリーと330マイクロヘンリーを使います。まず10オームの抵抗に流れる電流を測定してみます。5V の電圧をかけます。パルスゼネレーターの赤いボタンを押します。MOSFET のゲートには24マイクロセクのパルス信号が入力されています。したがって MOSFET は24マイクロセクの間だけオンとなります。波形の中で高く表示されるのがゲート電圧です。抵抗に流れる電流は低い波形の方です。約 500mA が流れています。MOSFET がオフするとすぐ電流が止まることがわかります。今度は330マイクロヘンリーのコイルに同じ24マイクロセクの間だけ電流を流します。三角形の波形がコイルに流れる電流です。抵抗とは違い、MOSFET がオンすると、0から緩やかに電流が上昇していきます。MOSFET がオフになると、電流はすぐ止まることなく、緩やかに0を向かって下がっていきます。これは電流が供給されると、コイルが電流を保存し、電流の供給がなくなると、コイルに保存された電流が吐き出されるからだと理解すればわかりやすいです。コイルの特性を表すパラメータをインダクタンスと言います。違うインダクタンス値を持ったコイルに同じ時間の間だけ電流を流してみましょう。インダクタンス値が小さいコイルには高いピーク値の電流が流れます。これは電流が変化する傾きが急峻であることを意味します。
インダクタンス値が大きいコイルには、低いピーク値の電流が流れます。これは、電流が変化する傾きが、緩やかであることを意味します。インダクタンス値が大きいコイルに、インダクタンス値が小さいコイルと同じピーク値の電流を流したい場合は、どうすればよいのでしょうか。同じ電源電圧の環境で、電流が変化する傾きは、インダクタンス値によって固定されていますので、電流が流れる時間を長くすると、インダクタンスのピーク電流値も大きくできることがわかります。実際、テストをしてみました。回路は先と同じものを使います。まず、100マイクロヘンリーのコイルに、24マイクロセクの間だけ、電流を流してみました。三角形の電流波形になります。今度は330マイクロヘンリーのコイルに、同じ24マイクロセクの間だけ、電流を流してみました。三角形の電流波形ですが、電流のピーク値は100マイクロヘンリーより低くなります。これはコイルのインダクタンスが大きいと、より多い電流が保存できるからと、理解すればわかりやすいです。それでは、100マイクロの時と同じ 1.2 アンペアの電流を流すためには、どうすればよいのでしょうか。コイルに電流が流れる時間を長くすると、コイルのピーク電流が高くなるのがわかります。このようにコイルに流れる電流は、インダクタンス値と時間に影響されることがわかります。ここまでで小圧コンバーターを構成するメイン部品の説明は終わりました。次回は小圧コンバーターの動作原理に関してお話しします。